皆さんハロー、マサトです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていきます。今日私は後ろに見えるここ、ジャスパー国立公園にあるコロンビア大氷原からちょっとペロンって垂れているアサバスカ氷河の近くまで来ています。6月に入ってカナディアンロッキーの夏の観光始まってきているんですが、どんどんこれから日本からもカナディアンロッキー楽しみに観光に来る方に向けて、今日はカナディアンロッキーで訪れるべき超絶景観光スポットベスト10を紹介していこうと思います。今回の動画を見ればカナディアンロッキーで行くべき場所10個知ることができます。逆にこの動画を見ていないと後であそこ行ってなかったなとか、こんなとこあったんだっていう風にちょっともう一回行かなきゃなっていうようなちょっとねもったいない思いをするかもしれませんので、ぜひ最後まで見ていってください。それではカナディアンロッキーで行くべき絶景スポットベスト10を紹介していこうと思います。それではまず1つ目なんですが、まずノーケービューポイントという場所です。あんまり聞いたことないと思いますし、ガイドブックとかウェブサイトあんまり紹介されてないポイントですが、バンフから一番近いビューポイントです。バンフの山サルファーマウンテンの上にはゴンドラというのが通っていて、そこにも行けるんですが、このノーケービューポイント、ノーケースキー場っていう場所、バンフから10分ぐらいですね、車で行けるんですが、その途中にあるビューポイントからもバンフの街並みや、あとはカナディアンロッキーの山などを望むことができます。でこのノーケービューポイントは公共のバスでは行くことができないんですが、一部のツアーでここが立ち寄りスポットに含まれています。でもちろん景色が綺麗なんですが、一番のポイントは野生動物がいっぱい出てくる道を通って行きます。ビューポイントに行くまで山道はぐねぐね走っていくんですが、途中でビッグホーンシープ、大きい角を持った鹿ですとか、あと鹿じゃないですね、羊だ、ビッグホーンシープっていう大きい角を持った羊ですとか、あとはミュールディアーっていう可愛らしい鹿なんかも出てきます。でたまにブラックベアっていうクマも出没するエリアなので、ビューポイントだけではなくて野生動物を探すっていうのもこの場所の醍醐味の一つです。続いて2つ目、バーミリオンレイクス、バーミリオン湖っていう場所ですが、ここもバンフから歩くと20分ぐらい、車で行くと5分ぐらいで行けるバンフの街に最も近い湖です。氷河湖ではないので皆さんがイメージしているブルーの湖にはならないんですが、風がない朝に行くとカナディアンロッキーが湖面に反射した綺麗な鏡張りになった、そんな様子を見ることができます。で結構、野鳥が飛んでくるのでバードウォッチングが好きな人の観察スポットにもなっています。でカナディアンロッキーの観光をしてバンフで少し時間がある時、散歩バンフのダウンタウンからも歩いていけるのでおすすめの観光スポットです。ただし1人で歩いていったり2人で歩いていったりすると結構クマが出てきてもおかしくないエリアなので、その辺は注意して楽しんでください。では3つ目のスポットはエメラルドレイクです。でこれは、バンフ国立公園の隣、ブリティッシュコロンビア州にあるヨーホー国立公園にある湖です。名前の通りエメラルド色をしている湖ですが、バンフでカナディアンロッキーで一番人気の湖といえばレイクルイーズ、モレーンレイクが有名ですが、それに並ぶ人気になりつつある湖です。まだまだそこまで観光客でごった返しているというような場所ではなくて、本当に美しいエメラルドグリーンの湖を楽しむことができます。でここでの楽しみ方、ポイントはやっぱりカヌー体験です。カナディアンロッキーのカヌー体験って高いんですよ。だいたい日本円で1時間1万5,000円もするんですが、このエメラルドレイクだけは、3人乗りの、カヌーが1時間でだいたい1万円ぐらい、他の湖に比べてリーズナブルかつ綺麗な湖の上を水上散策することができるので、エメラルドレイク行った際にはぜひカヌー体験も楽しんでみてください。続いて4つ目です。4つ目はモランツカーブです。カナダで最も有名な鉄道スポットといってもいい場所です。手前に貨物列車が通る、カナダを横断している線路、その先にボーリバー、ボー川ですね、あとは針葉樹の森があって、後ろにはカナディアンロッキーが広がる、
そんなカナディアンロッキーの魅力を1箇所で楽しむことができる場所です。ツアーで行くところはあんまりないんですけれども、一部の日本語のツアーでは行くところもあるみたいです。列車はだいたい1時間に1本ぐらい通るので、運が良ければ貨物列車が通っているところを、写真に収めたり、一緒に自分も写ったり、そんな楽しみ方ができる場所です。ここはかなり晴れてたら超綺麗なので、ぜひ行ってみてください。続いて5つ目はアイスフィールドパークウェイです。南側のバンフ国立公園と北に250キロぐらいあるジャスパー国立公園を結んでいる道路の名前なんですが、このね、道路の景色がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もうこれがカナダですみたいな道路を走っていきます。他の観光スポットっていうのは山がどちらかというと横にバーッと広がったエリアなんですが、このアイスフィールドパークウェイは氷河が作った谷の中を走っていきます。カナダらしい風景の中を走っていくので、ただ移動しているだけ、ただ運転しているだけ、それだけでも十分に楽しめる道です。でこのアイスフィールドパークウェイはハイウェイと違って左右をフェンスで覆われてません。結構野生動物が出てきて移動距離も長いので、ブラックベア、グリズリーベアがよく出てくる場所としても知られています。運転する際、観光でこの道を通るときにはぜひロードサイド動物いないかなって思いながら、景色も楽しみながら進んでいってください。続いて6個目のスポットはボーレイクです。こちらもアイスフィールドパークウェイの途中にある湖ですが、ここはね、私が一番好きな湖の一つです。地元にバンフに住んでいる地元の人も実はボーレイクが一番いいっていう人も多いです。レイクルイズやモレンレイクっていうのは結構観光地化されていて、観光客もすんごいいっぱいいるんですけど、このボーレイクはまだまだ人が少なめです。で周りに湖自体はレイクルイズの2倍以上の広い湖で、氷河湖なので色がだんだんと変わっていきます。で周りもかなり綺麗なロッキーの山並みに囲まれていて、湖畔を散策して楽しむことができます。だいたい滞在はそうですね、30分ぐらいあれば十分楽しめると思いますし、で湖畔の奥に広がるカナディアンロッキーの風景っていうのは、イメージしてたカナディアンロッキーの風景だと思います。続いて7個目はペイトーレイクです。このペイトーレイクもカナディアンロッキーを代表する氷河湖の一つなんですけども、標高が2000メートルを超えるビューポイントから下に湖を望むことができるので、他の湖はだいたい湖と同じ高さなんですが、このペイトーレイクだけは上から湖を見ます。でこれ不思議なんですが、上から見るので全然色が他の湖と違います。かなり綺麗なブルー、エメラルドグリーン、あとはターコイズブルーっていうんでしょうか、季節によって色が変わっていくんですけど、他のどの湖とも違う色を楽しむことができます。でその奥には氷河が削った渓谷がぐわーっと広がっている場所になるので、ここもかなりカナディアンロッキーのスケール感を感じることができるスポットの一つです。で公共交通機関では行くことができないので、必ずレンタカーや、あとはカナディアンロッキーのツアーに申し込んでいくようにしましょう。で続いて8個目なんですが、8個目はコロンビア大氷原、英語だとコロンビアアイスフィールドっていう場所になります。まさに今この後ろに見えているここに専用の車に乗って行くことができる場所です。でこのコロンビアアイスフィールドは北半球で最も大きな氷河と言われています。で後ろに見えているのはその大きな氷河、アイスフィールドから山を伝ってちょっと垂れてきているアサバスカ氷河という場所です。人気なのはこのコロンビアアイスフィールド、バンフからだいたいそうですね200キロ250キロぐらい離れてるんですが、車で2時間半かけてこの氷河の上にその車で行くというアトラクションがめちゃくちゃ人気の場所です。で滞在時間は雪上車って言われるそのアトラクションに行くんであればだいたい2時間半ぐらい、そうではなくて私のようにこのアイスフィールドの観光の拠点になる施設で、ゆっくりするんであれば1時間から1時間半ぐらいあればいいかなと思います。でこの後ろの氷河100年以内に温暖化で溶けると言われています。もしかしたら今後
この氷がなくなるかもしれないし、その雪上車にというアトラクションもいつかは中止になってしまうアトラクションです。来れるうちに来とかないと楽しめない場所でもあります。でこの辺りはジャスパー国立公園というバンフ国立公園の隣の場所になるんですが、一気に周りの世界が変わります。異世界観をかなり感じれる場所なので、カナディアンロッキー観光に来る際には訪れたい場所の一つです。さてそれでは残るところもあと2つになってきました。9個目のカナディアンロッキーおすすめスポットはモレーンレイクです。モレーンレイク、私は一番綺麗な湖だと思います。知名度でいうとレイクルイーズが有名なんですが、なんでしょうね、カナディアンロッキーの険しいテンピークスっていう10個の峰に囲まれた中にモレーンレイクあるんですが、この険しい山肌とそこにこう抱えられた氷河の湖、これはね見たら忘れられない、また来たいなと思う場所だと思います。滞在時間はそうですね、だいたい1時間から2時間ぐらいは欲しいところではあるんですが、残念ながらここ2023年からレンタカーや自家用車での観光が禁止になりました。自力で行くことができない場所です。なのでシャトルバスを予約したり、一番おすすめなのはガイドツアーに参加することだと思います。でそうですね、自分で行くことができないので、滞在時間はどうしても1時間ぐらいがマックスになってしまいますが、もうねカナディアンロッキーを紹介する写真としては本当数えきれないぐらい使われている場所です。で地元の私ですら行きたくても行けない場所になった、そんな貴重な場所でもあるので、必ずこれはできたらじゃないですよ、カナディアンロッキーに来たら必ず行った方がいい場所です。さあそれではカナディアンロッキーで訪れるべきベストスポット10なんですが、最後の一つはレイクルイーズです。これはもうみんな知ってるんじゃないでしょうか。カナダで最も有名な湖です。バンフからは車だとだいたい1時間ぐらいで行けるんですけども、やっぱりね美しいですね。ビクトリア氷河という氷河が溶けてできた氷河湖です。カナダの宝石なんて呼ばれているみたいですけども、本当に美しいです。ただ最近世界中から観光客がぐわーっと増えすぎちゃってるので、ちょっと観光客が今かなり混雑している、日本でいうオーバーツーリズムの、観光地にちょっとなりつつありますっていうのもあって、ここはレンタカー自家用車行くことができるんですが、朝の6時ぐらいに到着しておかないと駐車スペースがありません。これ注意ポイント、バンフからレイクルイーズ自分で行こうとする場合は朝の5時には必ず出発するようにしてください。で駐車料金も爆上がりしてます。3年前まではフリーだったんですが、その後10ドル20ドルで、今年2024年からはなんと40ドルまで値上げがされています。なのでもし行くんならここもシャトルバスもしくはガイドツアーで行くのが結局は安いし確実だし安心だと思います。でここもモレーンレイクと並んでカナディアンロッキーで訪れるべき湖としてはもうベスト2トップ2です。なのでここもモレーンレイクと並んでレイクルイーズ必ずカナディアンロッキーでは行くおすすめのスポットになります。はい、ということでここまでカナディアンロッキーで行くべき絶景スポット10を紹介して、ベスト10ですね紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。どこも美しい絶景ばかりだったと思いますが、あれここ知らないぞっていう場所もあったんじゃないでしょうか。今回の動画っていうのは結構主観が入っています。私がいいと思う場所、カナディアンロッキーに住んでいる私自身がいいと思う場所、美しいと思う場所、ぜひ皆さんに行ってほしいという場所を厳選して10個ご紹介してきました。で全部、一気に行くことっていうのはなかなか難しいと思いますが、この動画皆さんのカナディアンロッキー旅行、カナダ旅行の、プラン作りの参考になればと考えています。で私実はハローバンフっていうウェブサイトもやってまして、そちらでは、今日ご紹介したベスト10のスポットもちろん紹介していますし、そういうスポットを訪れるにはどういったガイドツアーがおすすめなのか、そういったおすすめのガイドツアーも紹介したりしています。
でバンフカナディアンロッキー旅行で、旅行される際泊まる場所どこがいいのか、よくバンフっていう街とキャンモアっていう街が出てきます。またバンフの街ホテルどこがいいんだろうとか、ありすぎてよくわかんないとか、そういう疑問に答えるためにバンフのおすすめのホテル紹介なんかもしているので、ぜひそのハローバンフっていうウェブサイトもカナディアンロッキー旅行の参考にしていただけると嬉しいです。それではここまでカナディアンロッキーで訪れるべきベスト10の絶景スポットを紹介してきました。このチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーから美しいと思う場所、楽しいと思っていただける場所、そんなことを紹介しています。これからもどんどんいろんな情報をアップしていくので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の絶景でお会いしましょう。バイバイ。